世の脳神、南世の勧誘とは、曹操を評価した言葉として三国志ファンにはおなじみだろう。人物評価で有名な巨匠が曹操を評価して言った言葉だね。曹操がこのように評価されたのは、彼がまだ仕官する前の10代の頃だと考えられている。後々の活躍を考えれば、巨匠の人物評価は恐ろしく正確だな。それにしても、10代にして、南世の勧誘と評された曹操も並じゃないよね。その通り。そこで今回は、曹操はなぜ10代にして、南世の勧誘と評されたのか、他の若者とどこがどう違っていたのかを考察していこうと思う。曹操の若い頃について、三国志武帝紀はこう記載している。曹操は若くして頭の回転が速く剣謀に富んでいたが、任侠放蕩であり品行を整えなかった。そのため世間の人々は彼を評価しなかった。ただ両国の狂言と万葉の家業だけが曹操を優れた人物と評価した。狂言は曹操に言った。天下は乱れようとしている。一世王を才能の持ち主でなければ世を救うことはできない。南世を平定できるのは君かもしれない。まずここまでを見ていこうか。ポイントは、なぜ世間の人々は曹操を評価しなかったか。なぜ狂言と家業だけは曹操を評価したのか。狂言と家業が評価したのは曹操のどのような点かだ。当時は儒教道徳を身につけていることが人物評価のポイントだった。ごく簡単に言えば、品行法制、清廉、親孝行、正義感、まあこんな感じだ。これで家柄が良く、容姿が優れていればさらにクラスだ。順に見ていく。曹操は品行を整えなかったから品行法制ではなく、放蕩をしていたから清廉でもない。最初の2つがダメではもうアウトだ。あちゃ。袁紹と比べるとわかるだろう。袁紹は品行で悪い噂がなく、本当は贅沢好きだったが、表向きは清廉にしていた。友回りを大勢連れて故郷へ帰る途中で、この様子を巨匠に見られたらまずいと言って、結局一台の馬車だけで帰郷したんだね。その上親の喪に6年服するなど親孝行で、追われている唐人を家業と一緒に救うなど、正義感も十分に示していた。さらに家柄は抜群で、威厳のある容姿をしていたんだから、完璧だね。ゴール後。これに比べて同じ円家でも、袁術は品行法制でも清廉でもなかったから、この点では袁紹と大きく差をつけられていたことになる。だから袁術の名声は袁紹に比べると劣っていたんだね。伝術としては面白くなかっただろうな。劉氷は名士の中で8個の一人にランクインするほどの高い評価を得ており、唐人の重要人物だった。さらに高身長で温厚で立派な風貌をしていた。袁紹や劉氷のような評判のいい人は出世もしやすいし、自然と名士が周囲に集まってくるんだね。世の中渡っていきやすいだろうな。対する曹操は品行が悪い、清廉でもない、宦官の養子の子で家柄も悪い、低身長の上養子も冴えなかった。表面だけを見るとマイナス点が多いね。だから名士たちの中に彼を評価する人はいなかったのか。そうした中、政府高官の狂言と名士として名高い家業だけは曹操を評価した。そうだね。なぜこの2人だけは曹操に着目したんだろう。この狂言と家業がどのような人物で、彼らが世の中をどう見ていたのかが、この問題を考えるヒントになる。狂言、家業の詳しいエピソードは長くなるので省略するが、共通して言えるのは2人とも正義感が強く、極めて行動力のある大胆な人物だったということだ。他の人なら尻込みするようなことを、あえて自らやるような。そうだ。この時代の政府高官は、清廉で人徳があるとされている人でも、実際には上辺を取り繕い、保身ばかり考えているような人が大半だった。その中で狂言や家業は人の批判や自らの身の危険を恐れず、正しいと思ったことをためらわず実行するという点で共通していた。ちょうどこの時、東湖の金によって清流派詩人の多くが粛清され、政治は宦官が牛耳るようになっており、漢の天下の終わりが近づいていることは明らかだった。狂言や家業は来たる乱世においては、清廉や人徳といった素質を持っているだけの人物は勝利者にはなれないと考えていたのかな。そうだろう。例えばさっき述べた劉氷について、核がこんなことを言っている。劉氷は平和な時代なら参考になれる才能を持っている。しかし状況の変化が見えておらず、疑い深く決断力が乏しいから、結局何もできないだろう。核は曹操に仕える前から曹操を高く評価していたよね。裏を返せば、曹操は時代の変化を読むことができ、決断力にも優れていると考えていたんだろうな。狂言と家業も同じように考えていたのかな。そうだろう。実際のところ品行法制なんていう綺麗事を言っているだけでは、来るべき乱世は勝ち抜けない。曹操は10代にしてその点に気づき、乱世を勝ち抜くための準備をしていたんだ。では、曹操は具体的にどんな点が優れていると評価されたの？
曹操が狂言や家業に何を語ったのかは辞書には残されていないので、想像で補っていきたい。まず、曹操は貧困は収まらなかったが、頭脳明晰であることは知られていた。これがまず最初の点だ。次に若年期の彼について特筆しておきたいのは、彼が大の読書好きだったということだ。上辺の貧困を整えるのには興味がなかったけど、本質的な自己投資は惜しまずやっていたのか。そうだ。曹操の読書好きは有名で、手から書を離すことがなく、時には食事を忘れるほどだった。本質的な研鑽による自己の向上を怠らない点も評価されたんだろうね。さらに、同時代の人と曹操が大きく異なっているのは、曹操は読書の中でもとりわけ尊し、五子といった兵書を好んだという点だ。本当だ。五漢の名士たちといえば、小書と唐記、それに茶伝あたりを好む人が多いけど、兵書を愛読する人はあまり聞かないな。曹操は数多くの兵法を読み、それらを総括したダイジェスト版を作った。この時代、誰よりも多くの兵法書に目を通した人かもしれないね。さらに、曹操はあの孫子の兵法に注釈を施した。これは孫子にまつわる注釈の中でも最古、かつ最重要の注釈として、現在でも非常に重視されているものだ。もともと曹操が頭脳明晰であることは知られていた。そして乱世が来ることを見越した彼は、軍の指揮官として誰よりも卓越することを目指していたのか。後に曹操は、自らの若年時代を振り返ってこう語っている。私は高廉に挙げられた当初は、一軍の大使となって政治と教化をしっかり行うことで名を立てようと思った。後に天軍行為となると、希望が変わって国家のために賊を討伐し功績を立て、功に報ぜられ正々将軍となりたいと望んだ。このセリフから見ると、曹操が軍の指揮官になることを志したのは30代半ばになってからなのか。これは 100% 曹操の本音ではないと思う。狂言がすでに10代の曹操に天下は乱れようとしている。乱世を平定するのは君かもしれないと語っているんだ。曹操は安世を平定するために兄が必要かを10代の頃から考え、その準備を始めていたと考えるべきだろう。狂言の言葉に勇気づけられもしただろう。確かに、狂言からいろいろ教えてもらったり励まされたりしたっていうからな。袁紹のような名士たちが世間の評判に一喜一憂する中、曹操は世の中の変化を見抜き、次の時代のための準備をしていた。この点も狂言や家業が彼に期待した理由じゃないかな。もう一つ、曹操は後に九賢令、つまり家柄や素行の善悪にとらわれず、ただ才能だけを基準として推挙せよ、という布告を出している。想像だが、彼は10代の頃からこの考えを持っていたんじゃないかと思うんだ。つまり、凡庸な人物がただ家柄がいいとか貧困法制だからというだけで政府高官になっても、大して世の中の役には立たないと考えていたってこと。五漢の時代には貧困法制な人物が評価された。これには良い点と悪い点があったが、五漢の後期になると悪い点の方が目立ってきた。上辺の貧困を整えるだけで大した能力もない人物が増え、その結果、朝廷の中に世の乱れを強制できる人が乏しくなったんだ。宝庫の金によって宦官一派が権力を掌握するに至り、今までの人物評価の仕方では限界だと悟る人が現れた。それが狂言、家業、そしてまだ若者の曹操だったんじゃないか。そう考えると、曹操が貧困を整えることに価値を感じなかったことも理解できるな。最後に曹操の行動力だ。曹操は洛陽北部になると、禁令を厳しく適用し、有力な宦官であった建世木王子が禁令を犯すと即座に殺すなど容赦がなかった。このように権力者を恐れずに正しいと思ったことを実行する点は、狂言や家業とも共通している。おそらく狂言は曹操が仕官する前からその点を見抜いていたのだろう。ここまででいろいろ出てきたね。頭脳明晰、自己研鑽に努める、兵書に明るい、時局の変化を知り本質を見抜く、行動力がある。これらが曹操が10代にして高い評価を得ていたポイントじゃないだろうか。最後に、巨匠が語った知性の脳神乱世の勧誘について説明して。これは聖兵の奸賊、乱世の英雄という評価だったという説もあるのだが、いずれにせよ清廉潔白ではないというネガティブな意味と英雄というポジティブな意味を併せ持つ評価だ。そうだね。巨匠は初めなかなか曹操を評価しようとせず、曹操がしつこく尋ねて初めてこう答えたんだよね。巨匠は名士ばかり評価してきたから、いわゆる名士の枠に入らない曹操のような人物は評価の対象に加えたくなかったのだろう。曹操のことだから巨匠を脅迫して無理やり評価させたんじゃないかと思う。でもこの評価は言い得て妙だ。これまでの世の中で肯定的に評価される人物像には当てはまらないが、乱世においては大いに活躍するという評価だからな。氷一辺の無難な評価では決してないよね。そのあたりさすが巨匠と言うべきか。曹操はこの評価を聞いて大笑いしたという。まあ満足だったんだろうな。
巨匠から評価を受けたという点にも、評価の内容にも。曹操は若い時から袁紹や劉氷といった名士たちとは随分違う独自の路線を歩んでいたことがよく分かったよ。特に注目してほしいのは、彼が特に兵書の研究に力を入れていたことだ。この成果は三国志の群雄割拠の時代に遺憾なく発揮される。はっきり言えば、曹操が天下を取れた最大の理由は、彼が戦上手だったからだと言っていい。いずれそのテーマで別の動画を作るからお楽しみに。それでは今回はここまで。